皆様いかがお過ごしでしょうか。うしゃスライムでございます。本当にいきなりなんですが、スマホが壊れました。時は少し遡って7月の某日、僕のスマホはですね、こちらの Google Pixel 6というもので、2021年の末ですね、だいたい3年前くらいに購入したもので、それ以来、特に目立った不満もなく、今日まで愛用していたスマートフォンだったんですが、突然ですね、外カメラが使えなくなったんですよ。スマホのカメラってね、結構頻繁に使うわけじゃないですか。もちろんね、写真を撮るときもそうだし、なんとなくね、メモしておきたいものをこうパシャってね、撮っておくのもそうだし、QR コードをね、読んだりするのもそうなんですが、ある日のちょうど昼下がりぐらいにですね、なんとなくこうね、いつも通りこうスマホのカメラを使おうと思って立ち上げると、突如としてこうエラーメッセージがね、表示されるようになって、それ以降ね、全く外カメというものが使えなくなってしまったんですよね。カメラの不調かなと思いきや、スマホをこう再起動して、スマホのこのライトをオンにした状態でカメラを起動すると、2枚くらいは外カメで写真が撮れるようになるので、もしかしたらカメラが壊れたのではなくて、基板のどこかにこうなんか不調をきたしているかもしれないんですけれども、いかんせん他の機能、外カメ以外、それこそ内カメは全然ね、使えるし、それ以外の普通のこうスマートフォンとしての電話としての機能もね、問題なく使えるので、すぐに買い替えなきゃいけないというわけでもなくてですね、しばらくはこう外カメなくてもなんとかなるかなと思ってこう過ごしていたわけなんですけれども、外カメラが使えないっていうのがこの現代においてはめちゃくちゃ不便で、特にね、この QR コードを読み込まなきゃいけない瞬間っていうのがめちゃくちゃ多いんですよね。ここ 1,2 年くらいで多分 QR コードを読み込まなきゃいけない場面多分10倍ぐらいねなってると思うんですよ。その度にね、この内カメでこう頑張ってこう画面に向けて写真を撮って QR コードを読み込んだり、あるいはもうアプリによっては外カメが起動できない時点でね、読み取れないみたいなことがあって、もうめちゃくちゃ不便だったんですよ。なのでまあね、このスマホをまあ修理するか、あるいはまあ買い替えるかしなきゃいけないなと思ったんですが、せっかくなら新しいの使ってみたいよなーってね、やっぱガジェットオタクとしては思うわけですよ。ということでですね、今夜私が選んだのは iPhone 16無印。さよなら Android というわけで今回はこんなお話をしたいと思います。3年使った Android を捨てて iPhone に乗り換えたわけということでですね、いろいろこうね悩みに悩んだ結果、今回ですね、今まで使ってきたねこの Android というものから最近出たこの iPhone 16というものにねこう乗り換えたわけですよ。ということでですね、一体なぜ僕はこの Android から iPhone にね乗り換えるということを今回したのかということをねまあお話ししていきたいと思います。僕自身一応このチャンネル名にねガジェット紹介というものをねつけてはいるんですが、スマートフォンに関してはもう僕の管轄外です。基本的には僕はPC 周りの周辺機とか、あるいはもうほとんどキーボードのお話をしていたりとか、そういうことをねしているので、まあそこまでねこう詳しくこうねスマートフォンについてね何か持論があったりとか詳しかったりするわけではないんですが、一ね現代人としてスマートフォンというものがもうね必須な世の中になっているこの社会においてね生きている一人の人間として皆さんにねこうお伝えしていこうかなというふうに思います。それから、僕はね、こんな感じでもう Android も iPhone もね両方を使っているというかなり激ヤバ人間でもありますから、結局ね iPhone と Android 一体どっちがいいのかっていうね議論を巻き起こしてしまう、そんな部分にもねちょっとだけね触れていきたいと思います。それではお付き合いよろしくお願いいたします。ということで今回ね、僕は Android から iPhone にこう乗り換えたわけなんですが、その前にですね、そもそも、これまでのね、僕のスマホ遍歴、一体何を使ってきたのかというものをね、軽くご紹介していこうと思います。時は遡って、高校生ですね、僕にもやっぱりね、みずみずしい青春のね、時代があったということですね。そんなキモキモオタク高校生だった僕なんですけれども、ついにですね、高校生になって、初めてのね、スマホというものをね、こう、買ってもらったわけですよ。嬉しかったですね、あの頃は。今でも思い出します。そんな時に使っていたのが、この iPhone7 ですね。僕が人生で初めてね、触ったスマートフォンっていうのは iPhone だったわけですね。そしてですね、その後です。なんとですね、iPhone7 の、バッテリーがね、イカれてしまいます。イカれてしまったので、その時のね、最新機種 iPhone XS に、機種変更しました。感動でしたね。iPhone からこうね、ホームボタンというものが消え、画面がもう本体いっぱいに広がる近未来感、ワクワク感はね、今でも覚えてますね。そしてその後、2021年末ですね、Google Pixel 6、こちらの Android ですね。こちらがこう登場して iPhone から、Android に乗り換えるという経験をね、一回しました。実はもう2021年末になってくると、僕はこんな感じで、ガジェット動画投稿マンとしてね、活動しているので、以前ね、こんな感じで動画でもね、お話ししているというホットでビッグなね、話題だったわけですよ。そして現在、2024年9月、iPhone 16、こちらですね、これに乗り換えて今に至ると。そんな遍歴をね、辿ってきました。めちゃくちゃ簡単に言うと、iPhone、Android、iPhone ですね。オセロだったらこれ真ん中の Android、iPhone になりますね。めちゃくちゃ変です。好き好んで
こんなに OS を行ったり来たりしている人間、あんまりいないんじゃないかなと思いますね。ということなんですが、じゃあなんでと、人生で初めて手に入れたスマホは iPhone だった。そんな iPhone を、投げ捨ててまで Android に乗り換えたのに、その Android を3年近く使って、結局捨てることになってしまった。これは一体なんでなんだというと、あえて Android を選ぶ理由がなくなった。そもそもですね、僕がなぜ、以前にね、Android に乗り換えたのかということをね、ちょっと遡ってね、思い出していきたいんですけれども、2021年から2022年の頃の僕が考えていたことですね。この Android、Google Pixel 6に乗り換えよっかな、どうしよっかなって思っていた時に僕が考えていたことなんですが、まずですね、これ、ライトニングケーブルが嫌で仕方がなかった。もうね、本当に嫌でしたね。徐々にこうね、マイクロ USB というものがね、淘汰されていく中で、Type-C でね、繋がるものがどんどん増えてきて、そんな中で、スマホ1台のためだけに別のこのケーブルというものを用意しなきゃいけないのかというのがもう本当に嫌だったんですよね。そしてもう一つ、マスク必須の世の中で顔認証が外で使えなかった。2021年から2022年、この時代となれば非常にこうね、病気が蔓延していて、外に出るときにね、マスクをしないなんていうことはもう考えられなかったわけじゃないですか。そんな中でですね、この顔認証というやつが、マスクをしていたら使えなかったんですよね。だからもう実質、スマホのロックを解除する方法がパスコードしかなかったから、めちゃくちゃね、煩わしかったわけですね。そしてもう一つ、Windows PC とのデータやり取りが不便だった。僕はもちろんね、生粋の、Windows ユーザーなんですが、この Windows PC と、iPhone のデータのやり取り、まあ動画とか写真とかですね、そういうものをね、つなぐのが若干ね、不便なんですよね。SD カードとか USB メモリーとかだったら、PC にぶっ刺した瞬間に、こう、フォルダの中にね、ファイルが格納されているのが分かって、ドラッグ&ドロップでね、一瞬でコピーとかね、できちゃうんですが、iPhone に関してはこれ接続しても、フォルダの中身がね、あんまり見えない感じになっているんですね。それでちょっとね、撮影した動画をちょっと、PC に移したいなとか、そういう時にね、結構不便だったんですよね。なので、僕はもうとにかくこの iPhone というものからもう脱出したかったというものがね、Android に乗り換えた、きっかけだったわけですね。じゃあこの、乗り換えた理由、今どうなってるのか、ちょっとね、見てみましょうか。2021年から22年の僕が考えていたのはこの3点でした。ライトニングケーブルが嫌で仕方なかった。顔認証が外で使えなかった。データのやり取りが面倒だった。3年経って2024年です。今どうなってるんでしょうかというと、はい、こうなってますね。まず、ケーブルですね。iPhone のね、端子、1個前のモデル iPhone 15から、これ Type-C 端子に完全移行してるわけですね。もはや iPhone を選んだとしても、ライトニングケーブルを使う必要っていうのは一切ないんですね。そして次ですね、顔認証。どうなったかというと、僕が、Android に乗り換えて半年経ったぐらいの頃だと思うんですが、マスク顔認証なるものが実装されるようになったんですね。はい、マスクをしていても顔認証使えるよという状態になったので、外でもね、顔認証使えるようになったんですね。これはすごいと。そしてもう一個ですね、データのやり取り。これどうなったかっていうと、最近もうこれ Android を使っていても思うんですが、あんまりね、PC と USB ケーブルで接続することがなかったです。そもそもスマホで撮った動画をあんまりね、PC に送る機会はなかったんですよね。2021年とか22年の僕はですね、結構この、動画のデータなんかもスマホでね、撮ることが多かったので、これをね、転送する機会っていうのが多かったんですが、もう最近の僕はですね、もうこの目の前にあるカメラ1本でもう SD カードで全部やっちゃうので、ほぼ転送しないんですよね。しかも仮にこう転送するっていう場面になったとしても、もうケーブル接続するのがめんどくさいから、Google フォトとか OneDrive とかそういうクラウドにこうアップロードしてやり取りするようになったので、PC と直接データのやり取りをするっていう場面がだいぶ減りました。ということで、つまりですね、これ、あえて Android を選ぶ理由がなくなったんですよ。僕が当時ね、抱えていた iPhone をやめたいっていう理由がもうね、軒並みこうなくなってしまったと。もはやね、これ Android じゃなくていいなと思ってきたんですよね。まあそうなるとね、じゃあ Android にしようかな、iPhone にしようかなってね、どっちでもいいなとかね、だんだん思い始めてくるんですけれども、そんなにね、大きなものではないんですが、この、なんか iPhone の方が便利かもなって思ったポイントが、ちょっと細々とね、いろいろあったんですよね。まず一番大きいのはこれですよね。僕が使っていた Google Pixel 6。これね、今まで僕がね、人生で使ってきたスマホの中で唯一壊れたスマホなんですよね。実はiPhone 7に関してもこれね、バッテリーが壊れたっていう表現をしたんですが、これ正確にはですね、バッテリーの表示が壊れたんですよね。スマホこうやって当然充電するじゃないですか。で、100%、マックスの状態にしても、なんか30分ぐらいすると、これね、充電の残量がこう 20% みたいな、赤く表示されちゃうんですよね。ただ、別にこれね、充電はできてるので、ずっとこの 20% みたいな状態で、使用し続けることができるっていうね、表示がバグっただけで、中身はそんなに壊れてなかったんですよね。なので、使用する分には、まあ問題はなかったっていうのがあります。ということで、Google Pixel 6くん、壊れたんですよね。それに対して僕がね、これまで使っていた iPhone 7も iPhone XS も壊れてないんですよ。ということはですよ、もしかして iPhone って結構長く使えるんじゃない？実は結
結構ね、最近の僕はもうほとんどスマートフォンに対するこだわりっていうのがかなりね、少なくなってるんですよね。こんな感じでキーボードとかね、PC 周りに関してはもうゴリゴリね、もう毎日使うので、とにかくこだわりまくりたいんですけれども、一方のこのスマホっていうものをあんまり使わないっていうと語弊がありますけれども、家にいる時ってほぼほぼこうスマホを見たりしないので、このスマホのこういうところ変えたいとか、こういうスマホを使いたいとか、そういうね、なんか強いね、動機みたいなのがなくなってきたので、どっちかっていうともうね、今は、なるべく買い替えたくない。もうなるべくずっと使いたい。もうあわよくばね、僕が死ぬ時に一緒にこう棺桶に入れてほしいぐらいにこうね、思っているので、まだね、僕の中では一度も、壊れたことのない、安全神話があるね、iPhone さんの方がもしかしたらこれ長持ちしていいんじゃないかなというふうにね、思ったわけですよ。あとはね、ちょっとしたところ、iCloud メールが使いたいですね。僕はやっぱり初めて持ったスマホはね、iPhone だし、それからしばらくね、iPhone のね、社会でこう暮らしてきたんですけれども、その時にもちろんね、iCloud のメールたくさん使っていたので、今も使ってるんですよ。なんですけれども、Android に変えたらですね、この iCloud メールが結構使いづらいんですよね。Gmail の中にこのアカウントをね、入れておくみたいな使い方にはなるんですが、たまにね、こう文字化けして読めないね、メールが出てきたりして、結構ね、不便だったんですよね。なので、スマホで普通のこの iPhone の中でね、iCloud のメール見れたら結構楽だなと思ったので、これ iPhone の方がいいかもななんてね、ちょっと心がこう傾いてるわけですね。あとはですね、これユーザーが多い分、修理などのこのサポートとかもね、充実していて、かつね、割と安いんですよね。この Google Pixel 6、もちろんね、壊れたので、ちょっと修理も考えてみようかなと思って調べたんですけれども、意外とね、この修理の代金がね、高いんですよ。だから買い替えるってことにしたんですけれども、一方ですね、同じような感じで、修理のね、こう値段というか、メニュー表みたいなやつ、こうね、見てみると、iPhone だとね、Google Pixel 6と比べて、2、3割ぐらいなんか安いかなっていうね、価格設定だったようにね、こう感じたんですよね。なので、万が一ね、壊れた時にも、比較的かかるね、費用は安くなるかな、なんてね、思って、これもまたちょっとね、iPhone にこう傾きますよね。ということで、今回はですね、iPhone 16無印、これに決定しました。ありがとうございます。そんな感じでですね、僕の心はね、割とこの iPhone にしよっかなに傾いていたので、その後は今度、iPhone どれにしよっかなっていう問題がこう発生してくるわけですよね。それがこの15にするか16にするか問題。これですね。というのも、僕がね、iPhone を使いたくなかった理由の一番でっかいところは、ライトニング端子が使われているっていう部分だったので、Type-C がね、採用されているこの15っていうのも、十分ね、僕のこの選択肢としてね、登場してくるわけですよね。ということで、1個前のね、15にするか、出たばっかりの16にするかっていう問題がね、こう出てくるんですけれども、ここでですね、ちょっとお値段を比較してみるとですね、実はこれ、値段あんまり変わらないんですよね。もちろんね、型落ちしたので、15の方がね、ちょっと安くはなるんですが、公式のストアでちょっと見てみたんですけれども、iPhone 15が、112,800円、iPhone 16が124,800円。スマートフォン高すぎだろってね、思うんですけれども、あんまり変わらないですよね。12,000円安いので、iPhone 15をね、選んでもいいんですけれども、1万円の差だったら、16の方は結構ね、バッテリー効率がいい、電池持ちがいいよというところだったので、このバッテリー効率の改善によって買い替えの時期をもうちょっと遅らせることができるんじゃないかなって思ったので、1万円ぐらいだったらこれ回収できんじゃないかなと思ったので、これ iPhone 16にね、してみました。あとはね、これカメラコントロールですよね。これも熱いですよね、結構。僕は別に iPhone にね、詳しいわけではないんですけれども、この iPhone 16、なんとですね、ここですね、スマートフォンのこの側面、ここにね、なんか謎のボタンがついていて、ここをね、一回押すとカメラがね、一瞬で起動するんですよ。シンプルにこれショートカットキーが1個増えたみたいな感覚なので、結構これありかもしれないなーなんてね、こう思って、16にね、してみました。ちなみにですね、iPhone シリーズ、今回無印って書きましたけれども、プロモデルっていうのもね、あるらしいんですよね。カメラがいっぱいついてるやつ。ああいうのもあるらしいんですけれども、プロにするか無印にするかっていうのは僕はね、全然迷いませんでした。ちなみにこれね、プロモデルにすると、プラス35,000円ぐらいするんですけど、これ全然いらないなって思いましたね。なんたって今の僕はね、スマートフォンに対するこだわりがもう皆無なので、写真が撮りたいとか、データ転送が早いとか、もうね、どうでもいいと。なんでもいいから快適に使えるスマホくれと。ね、そんぐらいのね、感覚だったので、普通のね、無印の16にしました。ここはね、全然迷ってなかったので、話すことがないです。すいません。ということで、そんな理由でですね、僕は今回 Android からこう iPhone にね、乗り換えることになったわけなんですが、実際ですね、3年ぐらい使った Android から、再びですね、この iPhone というものにこう乗り換えたわけですよね。OS が変わるわけですから、もうだいぶね、使い勝手も変わるわけですよ。ということで、実際にこれ使ってみて感じた、乗り換えて良かったところ、良くなかったところ、そんなお話をね、していきたいと思います。今、画面の前にいるかもしれない、Android に変えようかな、iPhone に変えようかな、と思っているね、そこのあなた、必見ですよ。ということで、まずは、iPhone に乗り換えて良かったところ、これ見ていきましょうか。はい、まずは1個、ちっ
ちゃい。実際ね、これね、持ってみて思ったんですけど、ちっちゃいんですよ、iPhone。僕の感覚がバグってるだけかもしれないんですが、なんか Android のスマホって割とでかくないですか？並べてみるとこうです。幅はね、だいたい一緒ぐらいなんですが、だいぶね、縦長なんですよね。なので、結構ね、ポケットに入れた時も、まあ割とこう存在感があったりしたんですが、iPhone ね、ちっちゃいです。ポケットにこうね、スマホ入れた時すんなりね、収まって結構ね、気持ちがいいですね。それとね、もう一つですね、なんか今回乗り換えてみて、まあ初めて気づいたぐらいなところなんですが、iPhone のアプリの動作がですね、基本こうサクサクで、かなりこれ最適化されてるんですよね。これまでね、使ってたアプリをね、改めてこうね、iOS 版としてね、ダウンロードすることになるんですが、どれもこれもですね、かなりこう、なんか使いやすいというか、なんか動きがいいんですよね。それこそね、なんか音楽アプリとかも画面がすごいなんかこう、綺麗になんか整ってるような感じがあったり、あるいはこうね、なんか操作がすごいなんか親切というか分かりやすいっていうね、ところがあって、どのアプリを入れても使いやすいんですよね。Android ってめちゃくちゃいろんな種類があるので、それに対してね、サイズとか操作感とかがこう設定されているので、ちょっとね、なんか雑なんですよね。メニュー表示が結構雑みたいなことがね、あったりしたんですが、iPhone だとめちゃくちゃね、綺麗にこれね、収まってるんですよ。画面内にね、メニューとかが。なので、すごいね、使いやすいです。それこそね、Google のアプリとかあるじゃないですか。ね、Gmail とか Google Keep とかよく僕使いますけれども、Google のスマホに入れていた Gmail とか Google Keep よりも iPhone に入れた Gmail とかの方が画面のレイアウトが綺麗です。ここね、結構意外でしたね。そしてもう一個、顔認証がね、案外快適です。こちらの Google Pixel 6はまあ、指紋認証だったんですが、顔認証もね、結構ね、良かったですね。顔認証の方がいいとは別に言わないですけれども、自分でこう、画面に触るっていうワンタッチなしで、スマホを手に取っただけでこうね、ロックが解除されるので、シームレスだなーってね、思いました。顔認証のね、欠点として一個こう、真っ暗なこのお部屋の中で、こう、スマホを開くとか、なると、あんまりこう、顔が読み取れなくて、ロック解除できないっていうことがあるんですが、最近の僕はもうとにかく健康なね、もう早寝早起きをね、極めている人間なので、あんまりね、この夜寝っ転がってスマホを開くみたいな瞬間がないので、全然不便な瞬間がね、ないです。そして、4つ目。これ熱いですよ。ミニモーターウェイズができます。ミニモーターウェイズというゲーム、皆さんご存知でしょうか？かの有名なミニメトロというゲームのね、続編のね、道路を引いて、渋滞を解消することができるすごい楽しいゲームなんですが、ゲーム、まあもちろんね、PC でもできるんですが、なんとですね、iPhone でもできます。Android ではできません。App Store にはね、ラインナップされているんですが、Play Store には存在していないっていう、そんなスマホゲームがあるんですね。これスマホでできるの嬉しいですよね。僕はもう PC 版を持っているので、まあしばらくは別にスマホでね、買うことないと思うんですけれども、なんか外でもやりたいなって思った時にこのミニモーターウェイズというゲームができるっていう、そこだけでももうこれ十分なね、iPhone を選ぶね、動機になりますよ。アドバンテージですよ、これ。ということで、ここまでですね、iPhone に乗り換えて良かったことっていうのをね、まあお伝えしてきたんですが、今度は逆です。Android から iPhone に乗り換えてちょっと困ったところ、こちらをね、ご紹介していきます。これはもしかしたらいわゆるね、Android の方がカスタマイズ性が高いみたいなね、ところが関係するかもしれないんですが、iPhone から Android に乗り換えるよりも、Android から iPhone に乗り換えた時の方が、できないことみたいなのがね、多い気がしました。なので、結構このスマホに対するこだわり強めな方であれば、Android から iPhone に乗り換えるってなると、うってなる瞬間が多いかもしれないですね。まず一つは、これ、リフレッシュレートが 60Hz です。毎日ガックガクです。ディスプレイには基本的にこう、リフレッシュレートっていうのがあって、数値が高ければ高いほど、こう、ヌルヌルな映像をね、出力してくれるっていうものなんですが、iPhone に関してはこれ、リフレッシュレートが 60Hz です。まあ、一応先にお伝えしておくなら、iPhone Pro っていう、まあ、プラス35,000円のやつですね。あれに関してはもうちょっとね、高かったりするので、問題にはならないんですが、この無印 iPhone 16は、リフレッシュレートが 60Hz です。僕がこれまで使っていたこの Pixel 6、こちらはですね、確か90Hz だったと思うので、ガクガクです。これね、割とね、毎回気になりますね、これ。ホーム画面をちょっと横にスってね、スクロールしただけで、うわ、ガクガクだなってね、毎日これ思いますね。毎日使ってたらね、慣れるのかなとかね、まあ思うところではあるんですが、多分僕はね、これ慣れないですね。iPhone 16を使うたびに、うわ、画面ガクガクだなって思いながら、ね、生きていくことになるんだと思います。まあ僕に関してはね、これまで使ってたスマホが 90Hz なのはそうですけれども、普段使っている PC のメインディスプレイが165Hz なので、2分の1以下なんですよね。それはもう毎日ガクガクに感じるだろうというところですね。これ多分僕がちょっと特殊な環境すぎるだけな可能性はありますね。それからもう一個。これね、めちゃくちゃでかいんですけど、英語キーボードの上に数字キーが出てきません。これ多分 iPhone しか使ったことない方はわかんないと思うんですが、Android で使うスマホのキーボードって、この英語キーボードにした時に、その上に数字キーの列っていうのがこう存在していて、実質こう、キーボードの画面がこう4列になるんですよね。それに対してこの iPhone の中に存在している
キーボードってどうしても数字キーっていうのが出てきません。これがね、めちゃくちゃ嫌。これはね、嫌です。めちゃくちゃ不便です。ね、出してほしいよ、1列ぐらい。これ Android だったら普通に出てくるんですよ。ただ、まあ iPhone でも、方法がないわけではなくて、Swift キーという、まあマイクロソフトから出ている、スマホキーボードですね。これをインストールすることによって、この数字キーが上に1列追加されたキーボードっていうのを、まあ普段使いね、できるようになるんですよ。なるんですが、例えばパスワード入力をするときとか、内蔵キーボードしか出てこない場面っていうのもあるんですよね。そういう時にちょっとね、不便だなって思ったり、あとはもうちょっと細かいんですけども、パスワード入力をするときって外アプリのキーボードを起動してくれないので、そのために iPhone 内部の、英語キーボードっていうのも登録しておかなきゃいけないんですけれども、そうなるとこのキーボード選択をするときに1ページちょっと多くなってめんどくさいなとか、いろいろちょっとね、細かいところがあったりします。なんかデメリットが多いですね。ここまで話してるとなんで乗り換えたんだろうっていう気がね、してこなくはないんですが、まだあります。Bluetooth のコーデックが下がります。ハイレゾ再生ができません。例えばまあ Android スマホとか、こちらの Google Pixel 6については、aptX とか LDAC っていう、まあちょっとしたね、なんか高音質接続っていうのがこうできたりするんですが、iPhone については確か AAC っていうやつだったかな。コーデックにしか対応していないので、Bluetooth イヤホン接続した時の音質をこうマックスまでこう引き上げることができないんですね。なので、ワイヤレスイヤホンの場合、ハイレゾ再生っていうのがそもそもできません。音源が対応していても出力に対応していません。もちろん、iPhone 本体に USB-DAC を挿して、まあ有線で接続すれば全然使えるんですが、ワイヤレスについては動画がいてもできないっていうことですね。とはいえここについては、外でね、音楽聴いてる時に、ハイレゾの音源って多分ね、わかんないんですよね。どうせこう、外歩いてる時とか、電車の中でね、音楽聴いてる時って、めちゃくちゃ外の音聞こえてくるから、ハイレゾの繊細な、うわー、この音まで鳴ってるんだとか、うわ、この弦を弾いた時のこの空間の鳴りまで、すごいっていうのが多分聞き取れないので、正直大丈夫です。ハイレゾとか聞く時は絶対ね、お家でした方がいいです。しかも、お家で音楽聴くなら多分有線で聞いた方がいいです。ということなので、多分そこまで問題にはならないかなという風には思います。あとはこれですね、OS 切り替えあるあるなんですけれども、操作方法がちょっとだけ違うんですよね。Android の場合、この前のページに戻るときって、スッてやったら、こう全部戻れるんですよ。ね、設定画面も、何もかもこうスッてやったら戻れるんですけれども、iPhone の場合ね、アプリの機能としてはこのスッて戻る機能が搭載されているけれども、iPhone 自体はこのスワイプで戻るっていうものはなくて、左上に存在して戻るみたいなボタンを押さなきゃいけないっていうのがあって、スワイプしても、戻れねえなっていう瞬間が割とあります。まあ、ここはスマホのこの音量ボタンが右じゃなくて左についてるとか、そのレベルの話なので多分すぐ慣れるかなとは思います。こんだけなんか困ることあるんだったら、なんでこれ iPhone に乗り換えたんだろうっていう気が若干しなくもないし、多分これスマホにこうこだわりがある方であればこれ絶対に許容できない部分だと思うので、お気に入りのこの Android スマホがあって、そこから iPhone に乗り換えるみたいなのは、あんまりこれメリットをね、感じないかもしれないですね。ということでですね、ここまでね、iPhone に乗り換えて良かったこと、良くなかったことっていうのをね、お話ししてきたんですが、もしかしたら画面の前にね、次は iPhone にしてみようかな、次は Android にしてみようかな、そう思っているあなた、いるんじゃないでしょうか。というわけでね、そんな皆さんに僕から一言だけお伝えさせてください。よほどのことがない限り、どっち選んでも一緒。細かいところの違いはもちろんあります。ただそれは本当に細かいし、どっちを選んだとしても、ここが違うなとか、そこ違うなっていうのは起こります。なので、正直どっちでも一緒かなっていうのが、今回ね、iPhone、Android、iPhone っていうね、道を辿ってきた僕の、結論です。ちなみにこれ、よほどのことがない限りと言ったんですが、よほどのことって一体何だというと、例えば、普段こうね、Mac とか iPad とか Apple 製品なんかと合わせてスマホを使っている方、まあ、いわゆる iCloud 生活をしている方ですね。に関しては、これ絶対ね、iPhone を買った方がいいです。Android を購入することによって、多くのメリットをね、消してしまいます。Mac とか iPad とかこの iPhone とかに関しては、これで固めておくと、結構このデータ転送とか、あとアカウントのこの管理とかがだいぶやりやすいという感じがね、外から見ててもするので、iPad 持ってる方とか、MacBook 持ってる方とかに関しては、絶対ね、これ iPhone を使うべきです。MacBook 使ってるのに、Android を使う必要があるのかって僕は結構感じちゃいますね。それからもう一つですね、折りたたみスマホが使いたいみたいな方、ね、いらっしゃると思うんですが、残念ながらこれ Android しか存在していないので、もはや選ぶ余地はありません。あともう一つ、指紋認証じゃなきゃ嫌っていう方、これもね、Android になりそうな予感がしますね。iPhone はね、なんたって顔認証ですからね。どうしても指紋認証じゃなきゃダメってなったら、やっぱ Android を選ぶしかないっていうところはあると思います。とは言ってもこれよほどの場合であって、さっき挙げた以外の場合であれば、どっちを選んでも一緒です。これはね、僕言えます。どっちを選んだ方がより幸福度を感じられるとか多分ないと思います。例えば、普段この Google の
サービスいっぱい使ってるから、Google のスマホ、Android の方がいいかもな、なんてね、思う方もいると思うんですが、そうでもないです。僕、Google のスマホ使ってきたんですけれども、そうでもなかったです。というのも、Google のスマホを使っていても、使用するアプリケーションは一緒なんですよね。Google のスマホだったとしても、普通に Gmail をインストールして使うし、Google フォトをインストールして使うし、ということで、結局これアプリを使います。しかも、アプリのこの動作に関しては、iOS のアプリの方が、最適化されてます。本当にこれね、使ってみてびっくりしたんですよね。っていうのも、僕これまでね、Android を使うまであんまりこの Google 圏とかね、あんまこだわってなかったんですよね。動画投稿していただけで、Google のこのアカウントで統一しようとか、そんな風には思ってなかったんですけれども、実際これ、Google のこのね、アカウントの中でこう、どっぷり染まった後で、今回ね、iPhone にこう戻ってきたんですけれども、使い勝手ね、あんま変わらないです。結局ね、iPhone でも Google のアプリいっぱい入れて、メモ帳とかも純正のものじゃなくて、Google Keep を使って、写真もこれ Google フォトを使えば、ほぼね、一緒です。なんだったらこれ Android のスマホだと、本体が Google アカウントに紐づくんですよね。なので、ちょっとね、僕自身ね、この Google のアカウントで、動画投稿をしたりしているので、Google マップを開くたびに自分のこのチャンネルのアイコンみたいなのが出てくるのがすっごい嫌でしたね。アカウント分けろよっていうね、話ではあるんですけれども、Google アカウントに紐づくっていうのがちょっと個人的には、なんか違うなっていうところはありました。それからですね、iPhone のカスタマイズ性っていうところなんですが、これがですね、数年前に比べて大幅に飛躍していました。僕の記憶だと、iPhone って、大体こうね、ホーム画面のカスタマイズが基本できなくて、ビジェットみたいなのもないから、Android のこのスマホに変えた時に、めちゃくちゃいろんなビジェットが使えて、もう天気予報を表示させて、お部屋の電気のオンオフも表示させて、みたいな感じで、めちゃくちゃ便利だなと思いながら使ってたんですけれども、いざ iPhone に帰ってきたら、同じでした。今だったら全然ね、ビジェットたくさんあるんですよ。しかもね、たまにね、YouTube のおすすめとかに流れてきますけど、だいぶね、ホーム画面をカスタマイズしたりできるらしいですよ。なので、僕が当時、Android に乗り換えたいなって思っていた頃の、カスタマイズ性が高いなって感じていた部分は、今の iPhone には十分にね、備わってるんですよね。なので、正直なところ、カスタマイズしたいから Android にしたいって思う必要もないんじゃないかなというのが、これ、僕は今回、思ったことですね。じゃあ結局これね iPhone にしよっかな Android にしよっかなって決めるときの一番の決め手どこかっていうと OS の乗り換えがあるかないかだと思います。 OS の乗り換えってしんどいですよ。僕ねこれまでにね、iPhone から Android に乗り換えて Android からねまた iPhone に乗り換えるってこれ2回やったんですけどしんどいですよ OS の乗り換えっていうのは。今回に関しては前までねもちろんiPhone 使っていたので、そこまでね設定画面で難儀するとか操作方法でなんか違和感を感じるっていうのはなかったんですけれども多かれ少なかれ、ここの設定ここにあんのみたいな、不便さはありました。それこそね、先ほど言ったね、キーボードのお話、英語キーボードの上に数字キーないよとか、そういうのとか、あとスワイプでね、画面戻れないよとか、あとは通知の設定とかもね、だいぶ違いますよね。なので、初めて iPhone にしますとか、初めて Android にしますってなったら、これね、もう1ヶ月とかもうね、地獄の日々です。使いづれえよ、なんだよ、これ全然違うじゃないかってね、毎日絶望すると思います。これはね、昔の僕が投稿していた iPhone から Android に乗り換えた時の感想として言っていました。で、それだけね、こう1ヶ月くらいこうね、地獄を感じてまで OS の乗り換えをした先に、そこまで大きなね、価値があるかというと、あんまりないかなと思います。昔だったらね、当時の僕、もう3年前ぐらいだったら、OS を乗り換えてでも、Type-C 端子にできるとかね、OS を乗り換えてでも、ね、ホーム画面いっぱいカスタマイズできるっていうところ結構ね、魅力はあったんですよ。ただ、じゃあ今、2024年、ね、いろんなスマホが登場して、いろんな会社がね、OS とか開発して、ね、結構なんかみんなこうね、Apple の UI にこう寄せたりしているこの現在で、OS 乗り換えでこう苦労して得られるものってあんまりないと思います。もうね、今やね、できることってほぼ一緒なんですよね。なので、よほどのことがない限り、どっちを選んでも一緒っていう結論になったわけです。なので、もしかしたらね、ちょっと今回 iPhone にしてみようかなとか、今回こそ Android にしてみようかなって思う方はね、よほどのことがない限りは、そのままの OS を使った方がいいと思います。で、よほどのことっていうのは、例えば、普段ね、MacBook とか iPad 使ってるのにスマホは Android だよとか、そういう方。あとは、折りたたみスマホがいいなとか、指紋認証じゃなきゃ絶対嫌だなっていう方。そういう方でない限りは、Google 圏で生活しているとか、カスタマイズ性が良さそうだなとか、そのくらいのね、理由であれば、別にね、OS を乗り換えてまで、この OS 乗り換えの絶望をね、経てまで iPhone に変える、Android に変えるっていう必要はないんじゃないかなというのが、今回ね、僕が、Android から iPhone に乗り換えてみて感じたことです。ということで、今回の動画の結論ですね。3年使った Android を捨てて iPhone に乗り換えた理由は、今まで使ってたスマホが壊れちゃって超不便だったから、お金を払ってどこかで修理するくらいならせっかくだし、新しいスマホに買い替えたいなと思ったんだけど、ぶっちゃけ今は iPhone では Android でもどっちでもよくて、どちらかといえば iPhone の方が壊れにくそうだし、修理とかサポートも充実していて、しかも安そうだし、あと iCloud メールが使えて結構快適そうだったから。です。
ということでね、まあ今回僕はね、3年使った Android を捨ててね、iPhone にね、乗り換えることになったわけなんですけれども、僕のスマホに対する熱いこだわりがなくなったっていうのももちろんそうだとは思うんですけれども、3年くらい前に僕がこの iPhone から Android に乗り換えた時よりも、なんというかスマホって多分似通ったものになってきたなと。それぞれのスマホにそこまでの特徴っていうのがなくなってきたんじゃないかなと思うんですよね。今現在ね、このスマホに関しては、多分 Android にしかできないこととか、iPhone にしかできないことってそこまでなくなっているんじゃないかなと思うので、俺は絶対に iPhone にしたいんだ、俺は絶対に Android にしたいんだっていうね、熱い気持ちがあればね、もちろん問題ないとは思うんですけども、なんとなく iPhone の方がいいのかな、でも Android の方がいいって聞くなっていうレベルであれば、多分ね、そこまでの違いは見出せないと思います。もうね、ほぼ一緒です。多分困ることはないです。ということでね、そんな歯切れの悪い結論を残して、今回の動画ね、終わりにしようと思います。最後までね、ご清聴いただきありがとうございました。僕自身普段からね、こうスマホの動画を出しているとか、スマホの解説をしているっていう人間ではないですから、もうね、これまでに出してスマホ関連の動画って多分3年前に出した iPhone から Android に乗り換えたわけぐらいしかね、ないと思うので、そこまでね、正しい情報とか詳しい解説をね、してきたわけではないんですけれども、何かね、皆さんの今後のスマホ選びのね、一口コミ程度にね、参考にしていただけたら幸いです。あとは動画の高評価動画、コメント動画、旧 TwitterX のフォローなどなど、いろいろよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。